こんにちは、相模です。この動画は日本の群馬県前橋市というところで今撮っています。みんなからはね、トミーと呼ばれています。僕はこの動画を通じて一つのことをどうしても世界中の人にお伝えしたいと思ってこの動画を撮ってます。何かというとですね、連日世界中でね騒がれているこの新型コロナウイルスについてです。毎日のように世界中で騒がれてね、もう日々感染者が増えていっている状態ですけれども、僕が伝えたい一つのことっていうのは、新型コロナウイルスは我々人間の脳の中でパンデミックを起こしているっていうことを伝えたいんですね。と言っても僕は決して医者ではないのでエビデンスは一切ないです。それから栄養士とかね、パーソナルトレーナーとかセラピストといった専門家ではありません。僕は単なる健康オタクに過ぎません。こういう食事をすれば病気は治るとかね、こういう運動をすればいいとか、ここを緩めろとかね、ここを整えろとか、そういう話は一切しないです。もしそういうエビデンスをね必要としているのであれば、今すぐ病院へ行ってください。この動画を止めて。あるいは栄養指導とかね、トレーニングだとか、そういったアドバイスをしてほしい人もこの動画は一切役に立たないです。今すぐ、見るのをねやめてもらった方がいいんじゃないのかなと思っています。その一方でエビデンスだとかね、そういったトレーニング、食事、要は睡眠、運動とかそういったものでは解決しない問題について、僕の40年以上の経験を踏まえて今からお話ししたいと思っています。もちろんこの新型コロナウイルスっていうのは我々の日常生活の中でも起きていますし、当然ね医療の現場でも行われています。ただそれだけではなくてですね、我々の人間の脳の中でこのパンデミックが起きて、さらにそれが増幅してね、加速して拡大していってると僕は思ってるんですね。でそれによって集団心理や群衆心理が働いて、さらに加速して拡大していってるっていうふうに僕は思っています。群衆心理ってものに関して言うと、例えばドラッグストアとかね、ショッピングモール、そういったところからもうマスクが消えたとか、トイレットペーパーがない、食料品がね消えたっていう写真を見ることによって、やっぱりないんだと、買いだめしなきゃと思ってね、ますますみんながそこに殺到してね行く。そこでまた感染が広まるってことは実際起きてますよね。これはもうまさに群衆心理であり集団心理です。確かに、手洗い、うがいとかね、消毒、それから拡散しないためのねマスクだとか、実際に感染してしまった場合の医療的な処置とかね、治療っていうものももちろん必要です。それは否定しないですし、極めてね今重大な局面にね我々は直面していると思っています。東京もですね、封鎖されるのが、カウントダウンと言われていて、本当にギリギリのところまで来ています。ただそういったね対策とか治療を踏まえた上でお話ししたいんですけれども、僕が一番思っているのが、この新型コロナウイルスをどう解釈してどう解決するかが一番大事だと思っています。どう解釈してどう解決するかです。新型コロナウイルスは脅威だとかね、外敵だとか、怖い、感染したらどうしよう、そういう発想が我々の脳の中で恐怖と不安がねどんどん増幅されて拡散されていっているんですよね。それが群衆心理となって、ますますその感染を加速して拡大していってます。この新型コロナウイルスのことをどう解釈するかです。言ってみれば、新型コロナウイルスが一体我々人類に何を伝えようとしているのか、あるいは我々人類はここから何を学ぼうとしているのか、そう解釈する必要があるんですね。僕は決して東洋医学や西洋医学、それから民間療法や、スピリチュアルとかね、そういったものを一切否定はしないです。否定はしないんですが、それ以前にどうこの自分の脳を使っていくのか、どう解釈するかによって現実が変わっていくんですね。じゃあなぜね単なる健康オタクの僕がそういう話をするかというと、僕は物心ついてから、物心つく前からですね、
43年間原因不明のもう慢性的な下痢でずっと悩んできました。もう物心つく前からです。ずっと悩んできたんですね。でそのきっかけっていうのはほんの些細なことです。物心つく前の僕はある晩ひどい下痢をしたそうです。まあね、食事をしている方は申し訳ないんですけれども、僕がある晩ひどい下痢をしてですね、母がかかりつけのお医者さんに僕を抱えてね、治療に行ったそうです。診察に行ったそうです。その時にお医者さんが時間外にもかかわらず僕を見てくれたんですね。そしてこう言われたそうです。お母さん、病気ではないから大丈夫ですよと。ただしこの子は他のお子さんよりも胃腸が弱いから気をつけてあげてくださいねと。たったこの一言から僕の母は、この子は胃腸が弱い、体質だから何を食べても太れない、そういうふうに思ってしまったんですね。そこから思い込みが始まって、母は僕に、あなたは生まれつき胃腸が弱いんだと。だから何を食べても何を飲んでも下痢をしてしまう、太れない体質だから仕方がないっていうふうに母は僕に刷り込んだんですね。そして僕はそれを信じ込んでしまったんです。たったその一言の思い込み、信じ込み、刷り込みから僕は43年間というね、もう人生の半分の時間を苦しみ続けたわけです。で悩み続けてずっとコンプレックスを抱えてきました。そして食事、睡眠、運動、もっと分かりやすく言うと整体、指圧、マッサージ、こういうものを毎週毎週はしごをしてですね、サプリ、プロテイン、こういったものも海外からも取り寄せていろいろ試しました。ところが健康にこだわればこだわるほど悪化していきました。でとうとう最後は寝たきりになって家で水も飲めなくなってしまったんです。これだけ健康にこだわってね、食事、睡眠、運動、こういったものに気をつけているにもかかわらず、どんどん下痢がひどくなっていたんです。でも普通に考えたらですよ、食べたら下痢をするっていうことは、食べているものが悪いか胃腸が悪いか、そのどっちか、もしくはこの両方ですよね。だから胃腸が悪い、もしくは食べているものが悪いとずっと思ってたんです。ですからあれは食べちゃダメだ、これは食べちゃダメだ、これを飲んじゃダメだ、これを1日何杯飲め、そういうことをねずっとやってきたんです。ところがやればやるほど症状が悪化して、最後は家で寝たきりで水すら飲めなくなったんです。病院に行ってあらゆる検査しました。アレルギーもないです。診察の結果、診断の結果は異常なしなんですね。病名は一応ついてます。過敏性腸症候群、これは病院でも治らないので原因不明のね難病と一緒です。薬で治せないんですね。ところが脳の使い方を変えただけ、物事の解釈を変えただけで、薬も医療器具も一切使わずに、僕はこの原因不明の慢性的な下痢、43年間悩んでいた症状をピタッとやめることができたんですね。完全に治ってしまったんです。そこには43年前の親からの、親の思い込み、親からの刷り込み、そして僕の信じ込みがありました。思い込み、信じ込み、刷り込みがあったんですね。自分は胃腸が弱い、だから何を食べても何を飲んでも下痢をしてしまう、そういう思い込み、信じ込みがあったんです。ちなみに今はどこで何を食べても大丈夫な体になってます。43年間の原因不明の体調不良が自分の思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいた途端にやめられたんですね。薬も医療器具も一切使ってます。もちろんね、サプリとかプロテインで健康にはなれないですよ。病気は治らないですから。それと今回の新型コロナウイルスの件とも深く関わってくるんですけれども、僕の症状が悪化していった背景には実は東日本大震災があったんですね。僕自身はね実感はなかったんですけれども、毎日毎日のように津波が押し寄せてくる映像だとか、人が濁流に飲まれていく映像、そういうものを毎日毎日見てたんです。テレビでシャワーのように浴び続けたんですね。で死者行方不明者がね何人、何十人、何百人、何千人って出てきましたよね。そういった情報を浴びれば浴びるほど不安がどんどん増幅していったんです。具体的に言うと、帰宅難民になったらどうしようとか、食料が手に入らなくなったらどうしよう、水が飲めなくなったら、電気が止められたら、懐中電灯が手に入らなくなったら、電池がなくなったらとか、それこそ当時もうマスクが手に入らなくなったらとかね、そういったことをどんどん心配するうちに、
世の中全体に対して不安が増幅していってしまったんですね。それと健康のことがちょうどかぶってですね、あれは食べちゃいけない、これは食べちゃいけない、1日にこの栄養素を何グラム摂取しなくちゃいけないっていう風に、どんどん脳がそういう風に解釈していってしまったんですね。そしてとうとう僕は家で寝たきりになって水すら飲めなくなったんですね。そして最終的に行き着いたのが脳の使い方だったんです。物事の解釈を変える、あるいは自分の思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいてそれをやめるっていうことだったんです。たったそのことだけだったんですよ。薬も医療器具も使わずに自分の脳の使い方を変えた、物事の解釈を変えた、自分の抱えている思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいてそれをやめただけなんです。医療器具も薬も一切使わずに病気をやめることができたんですね。ですからこの新型コロナウイルスの感染が拡大していく中で、僕が最初に感じたのは解釈の仕方だなと思ったんです。新型コロナウイルスをどう解釈してどう解決するかだなと思ったんですね。じゃあ脳の使い方、物事の解釈を変えるとかね、どういうことかっていうと、例えばここに水が2分の1入ってます。大体2分の1ぐらい入ってますね。事実は1つなんですけれども、このペットボトルに水が2分の1入ってるっていう状態を、水があと半分しかないっていう解釈もあれば、いや水がまだ半分残ってるっていう解釈もできるわけです。よくね、事実は1つ、解釈は無限なんて言いますけれども、分かりやすくここでは解釈を2つとすると、事実は1つですよね。ペットボトルに水が2分の1ある。それに対してあと半分しかないっていう解釈もあれば、まだ半分あるという解釈もできるわけです。たったこの解釈を変えるだけで、僕は43年間の原因不明の体調不良を自力でやめることができたんです。だから新型コロナウイルスが感染拡大している時に最初に思ったのは、これは人間が新型コロナウイルスに試されてるなと、どう解釈するのか、どう解決するかだなって僕は思ったんです。それに対して新型コロナウイルスは脅威だと、怖い、危ない、感染したらどうしよう、そうやって思っていれば思えば思うほど、まず我々の脳の中でパンデミックが起きるんですね。不安や恐怖がどんどん増幅されていく。そして集団心理でスーパーやドラッグストアに行ってね、買い占めをする。そしてそれをさらに棚が空っぽになった写真をソーシャルでアップする。それを見た人たちがさらにね、不安や恐怖が脳の中で増幅されていく。やっぱり物がないんだ、やっぱりマスクが買えない、早くスーパーに買い占めに行かなきゃ、感染したらどうしよう、感染したらどうしようってなるんですね。その一方でですよ、新型コロナウイルスに感染して回復したっていう人の話がほとんど出てこないんです。いや、新型コロナウイルスって致死率 100% ですかってことなんですよ。かかったら即死んじゃうんですかと、かかったらもう治んないんですかって話なんです。感染したけれども発症してない、あるいは発症したけれども適切な治療を受けて回復したっていう話がほとんど出てこないんですよ。だから我々は棚から物が消えている、感染者数が爆発的に伸びている、死者何万人、そういうものに意識がどんどん集中していって、もちろんそれは事実は事実としてきちんとね受け止めなければならないんですけれども、そういうところにばかり意識がフォーカスしてるんですね。ただ僕は言いたいのは、表面的なポジティブシンキングとかプラス思考だとか、そういうことやりましょうって言ってるわけじゃないですよ。日本の自己啓発界ではついてるって言えばね、運気上がるよとかね、ピンチャーチャンス、ピンチャーチャンス、今まさに言われてます。ビジネスの世界では今必死に言われてますね。ピンチャーチャンスですよと、ピンチャーチャンス、オンラインで稼ぎましょう、ピンチャーチャンス、ピンチャーチャンス、やめた方がいいです。ついてるピンチャーチャンス、ピンチャーチャンスって言えば言うほど悪化しますからね。だから僕はコンサルやってますけれども、自分のクライアントには今すぐそれやめてくださいって言ってます。悪化するからです。うつ病になりますよ。で、うつ病が悪化します。ついてるって言えば言うほど悪化するんですよ。これはやめた方がいいでしょうじゃなくて、やってはダメです。そうやってどんどん表面的なプラス思考、ポジティブシンキング、根拠のない自信をやればやるほど悪化するんですよ。で、僕も悪化しました、以前。それでだからもう今やってないんですけれども、そうやってネガティブなものにばかり意識が集中する、あるいはその恐怖を払拭するために、現実逃避するために必死にプラスの言葉を
こう自分にすり込んでみるとかね、これ全部ダメです。そうではなくて、この世界的に爆発的に感染拡大しているこの新型コロナウイルスを速やかに沈静化させるには、我々の脳の中で起きているこのパンデミックをまず抑えることなんです。我々が新型コロナウイルスをどう解釈するか、そしてどう解決するかなんですよ。そこを無視して薬や治療で抑え込んだりとか、ロックダウンして封鎖しても、これまた5年後10年後また同じことが起きます。だってウイルスは進化しますからね。もういたちごっこです。もちろん今感染している人、発症している人には医療の現場で適切な処置がすぐに必要です。これは否定しないです。僕は、東洋医学も西洋医学もスピリチュアルもヒーリングも一切否定はしないです。でもその前にまずやらなければならないのは、我々の脳の中で起きている新型コロナウイルスの感染拡大パンデミックを我々人間が、我々自身が一人一人が脳の中からまずやめていくってことです。新型コロナウイルスをどう解釈するのか、そしてそれをどう解決するのか、これは我々人類が新型コロナウイルスに試されてるんです。まさにそこを無視して、いくら一時的に薬で抑えたり封鎖しても、またこれ3年後5年後10年後必ず出てきます。もちろんですよ、さっきも言ったように今現在感染している人、あるいは発症している人にはすぐに適切な治療が必要です。また我々一人一人も自分が感染しないように、拡大させないように一人一人がね、注意をする、予防する、対策する、これも当たり前のことです。ですから僕は極端にポジティブシンキングがどうね、楽観主義者で大丈夫大丈夫って言ってるわけではないです。かといってネガティブなことばかり意識を向けて不安や恐怖を増幅させればさせるほど、新型コロナウイルスはさらに感染拡大して加速していきます。僕は自分のこの43年間の原因不明の慢性的な下痢、その背景には思い込み、信じ込み、刷り込みがあったっていうこと、そして東日本大震災の時のその不安や恐怖をどんどん自分で増幅させていったこと、それによって自分の症状が悪化していったっていうことを僕は身をもって体験してるんですね。確かに僕のね、43年間の原因不明の慢性的な下痢と今回の新型コロナウイルス、このパンデミックを全く同等に、全く同じものとして扱うことはできないです。できないですけれども、もちろんね、僕の症状は感染はしないですからね。で、世界的に広がったわけでもないです。ですから全く同じように扱うことはできないんですけれども、でもその背景には僕たちのね、人間の脳の使い方であり解釈が大事だと思っています。だから新型コロナウイルスをどう解釈するのかで、どう解決するのかが一番今問われてます。ここを無視してね、薬や治療で抑え込んだりだとか封鎖しても、必ずまた3年後5年後10年後別の形で人類は試されると僕は思ってます。これは決して不安や恐怖を煽るために言ってるわけではないんですよね。例えばこれまでも世界的に見ればね、テロがあったりですとか、あと鳥インフルエンザや SARS があったりですとか、日本の場合は、阪神・淡路大震災、そして東日本があったりね、東日本の大震災があったり、あと台風があったりね、災害レベルの雪ですね、もうそんなこともありました。で、僕はですね、東日本大震災の時に感じたのは、自分が生きている間にまさかこんなに大きな災害が起きるなんて思ってもいなかったんですね。でもその後もね、いろんな災害、災難が起きてます。っていうことはですよ、僕は1975年生まれの今年45歳なんですが、僕が生きている間は同世代の人はおそらく今回の新型コロナウイルスと同じぐらいの災難、あるいは災害、何かウイルス的なものがまた起きるんじゃないかなと思っています。僕が寝たきりで水も飲めなくなった時に思ったのが、僕のようにね、原因不明の体調不良で寝込んでいる人が日本中に、いや世界中にたくさんいるんじゃないかなと思ったんです。だとしたら薬も医療器具も一切使わずに、シンプルで簡単な方法で、再現性も高い方法でここを乗り越えて、そして乗り越えた暁にはこれを世の中に広めようと思ったんですよね。そして実際に僕は薬も医療器具も使わずに、シンプルで簡単な方法で自分の病気を完治させることができたので、それをきっかけに僕はこういう本を出したんですね。医者
セラピスト、カウンセラー、ヒーラーが知らない健康オタクがたどり着いた世界一シンプルで簡単な、健康法というこの本なんですね。僕はこの本をちょうどね1年前に出しました。でこのタイトルに書いたように、僕はね医者もねセラピストもカウンセラーもヒーラーも全く否定はしてないです。否定はしてないんですけれども、もし医者やセラピスト、カウンセラー、ヒーラー、そういった人たちがこの脳の使い方、解釈が大事なんだっていうことを知っていたとしたら、僕は43年間もこういったね症状で苦しまなくて済んだんです。だからこそまずは脳の使い方が大事なんだっていうことを知ってほしいんですね。で脳の使い方を変える、解釈を変える、その上で医者、セラピスト、カウンセラー、ヒーラーさんに相談をするっていうことは僕はすごく大事だと思っています。決して医者やセラピストやカウンセラー、ヒーラーをね否定をしているわけではないです。でももしあなたがエビデンスがどうの、薬がどうの、食事、睡眠、運動こだわっても全然あなたの症状は良くならないとしたら、それは脳の使い方や解釈を変えることによって健康を取り戻す可能性があるっていうことです。僕はこのことを今一番伝えたいんですね。で実際に僕自身が食べたら下痢をするってことは、食べているものに問題があるか、胃腸が悪いか、ずっとこのどっちかまたは両方だと思っていたんです。まさかここだと思ってないわけですよ。でところが僕と同じようにですね、僕のセミナーに来てくれたり、この本をね読んでくれている方っていうのも、皆さんがまさかそこだとは思わなかったって言ってます。そこっていうのは脳ってことです。例えば僕と同じようにね慢性的な下痢の人もいれば、嘔吐やおえつ、それからうつ病、パニック障害、それから不眠症、それから胃炎もそうですよね。それからですね、運転中のイライラもそうです。そういったことが脳の使い方を変える、解釈を変えることで症状が皆さん改善しています。まさかそこだとは思わなかったって皆さん思ってます。原因がそこにあるとは思ってないんですね。そこっていうのは脳の使い方であったり解釈です。あるいは思い込み、信じ込み、刷り込みです。こういったものがね本当に改善しているんです。ですから新型コロナウイルスに関して言えば、予防も大事、対策も大事、そして治療も大事です。その上でまず我々が自分の脳の中で感染拡大、パンデミックが起きているってことに気づいて、それをやめていくことが大事なんです。新型コロナウイルスをどう解釈し、どう解決していくか、これは我々人間が、人類が今まさに試されてます。ですからね、日本の方、これ Amazon で健康オタクと検索してもらうと最初に出てきます。これは TBS ドラマのね、恋は続くよどこまでもっていうドラマでね、小道具として使われていました。気づいてくれた方ね結構いたんですけれども、この本をぜひ手に取ってほしいなと思っています。でどうしてかっていうと、僕はですね、水も飲めない寝たきりになった時になんとかやっぱり乗り越えたいと思ったんです。僕が乗り越えた暁にはこれを世の中に出したいと思ったんですね。そして今まさに出たんです、1年前に。でこれを僕は43年前の自分に本当は読ませてあげたいんです。でもそれはもうできないですよね。だからこそこれを子供たちに読ませてあげたいな、読んでほしいなと思ってます。そして家で寝たきりの人が Amazon でこれをねポチってやって、家でこれを読む。そして脳の使い方を変えることによって、家で寝たきりで外出できなかった人が外出できるようになってほしいと思ってこれを本にしたんです。今こういう世界的にねこういう状態ですから、例えば会社に出社できない、在宅ワークをしているとか、そういう人たくさんいますよね。だからこそ今この時期にこの本を手に取って、親子で、家族で、あるいは大切な人と家庭でやってほしいんです。もしかしたら自分たちのこの現象、症状、これも脳の使い方で改善できるかもしれないっていうことをぜひ知ってほしいんです。どう解釈するのか、どう脳を使っていくのか、それによって世の中が変わるんだ、自分の人生が変わるんだっていうことに気づいてほしいんですね。で、すでにこの本を手に取ってくれている方は、ぜひ大切な人にこれをね貸してあげてください。もし身近にこの本を持っている人がいたら、皆さんでねこれ回し読みして読んでほしいんです。僕はねこんな見ればわかるようなね群馬の田舎の無名の著者なんで、この本が売れたところでね僕が別に決してね印税で儲かるなんてことはないですし、僕のね、ガソリン代にもなんないんで、
これで一山当てようなんてね、最初から全く思ってないです。これ出してくれた出版社の社長もね、そんなケチなことは言わないです。皆さんで、職場の皆さんでね、大切な人とこれを回し読みして読んでください。で、もし読んで参考になったなと、ヒントになったな、繰り返し手元に置いて読みたいなと思ったら、その時はね、お金を出して買ってもらえればいいなと思っています。で、実際にですね、知り合いからこの本を紹介されて、サカニアのことを知ったっていう方がね、ありがたいことにね、増えてるんですね。ぜひ皆さんで、職場の皆さんでね、あるいは学校のみんなで、今ね、在宅ワークになったりね、学校も休校になってるとは思いますけれども、大切な人にね、ぜひこれ貸してあげてください。で、残念ながらね、なんだよこれ役に立たねえなと思ったら、捨てるんじゃなくてね、リサイクルショップに持ってってね、出してくれればいくらかにはなるでしょうし、そしてこれを必要としている人が安い金額でね、手に入れることができます。はい。ただし最初にも言ったように、エビデンスは一切ないです。僕は医者ではないからです。現役の医者とね、これエビデンス取ろうって話も最初してたんです。でも、そんなことやってたらね、5年も10年もかかるんですよ。エビデンス取ってるのに。僕は、一刻も早く自分と同じような症状で苦しんでいる人が、一刻も早くですよ。1日でも早くじゃないです。1分でも1秒でも早く、家から出られるようになってほしい。下痢を止めてほしいと思って、この本を書いたんです。だから、エビデンスなんかね、取ってる場合じゃなかったんです。だから僕は、言ってみれば、これを手に取ってくれた各ジャンル、各分野の専門家が、これをベースにして、ぜひエビデンスを取ってほしいんです。必要であればですよ。ですから、この本にはエビデンスは一切ないです。もしあなたがエビデンスが大事だと、エビデンスがないやつの話を聞く価値がないと思ったら、この本を読む必要はないです。どうぞ病院へ行って薬を飲んでください。それから、どう解釈するか、自分の脳をどう使うか、そして自分で自分の思い込み、信じ込み、刷り込みに気づくってことが大事です。ですからこの本にはね、あなたはこう脳の解釈を変えましょうとかね、いや、ついてるって言えばいいんですとか、ね、ピンチが来たらピンチはチャンス、ピンチはチャンスって口にすればいいんですよみたいなことは一切書いてないです。答えは書いてないです。ヒントはたくさん書きました。答えを教えても意味がないからです。いくら知識情報を詰め込んでも、あなたはそれで健康になれましたかってことなんです。僕はいくら答えを教えてもらっても健康にはなれませんでした。だからこの本には答えは一切書いてないです。もし答えが必要であれば、ぜひね、例えば栄養士さんのところに行って相談してください。私は一日にね、何食どういう食事をしてどういう栄養素をどれくらい取ったらいいかっていうのをぜひ栄養士さんに聞いてください。そして答えが欲しいのであれば、ぜひパーソナルトレーナーさんのところに行ってください。自分の場合は一日にどういうトレーニングを何セットしたらいいのか、ぜひ相談してください。あるいはセラピスト、治療家のところに行ってください。自分は体のどの部位が凝っているのか、どこを緩めたらいいのか、どこを整えたらいいのか教えてください。どこを冷やしたらいいのか、どこを温めたらいいのか教えてくださいって聞いてください。彼ら彼女らはそういう専門家です。答えを教えてくれます。ぜひそういう人のところに行って答えを聞いてください。僕はそういう専門家じゃないんですよ。だからこの本にはエビデンスもなければ答えも一切書いてないです。そういうものを必要としている人は読まないでください。読んでも役に立たないです。はっきり言います。そして新型コロナウイルスに関して言えば、我々人類が人間がどう解釈するかです。新型コロナウイルスを脅威だ、外敵だ、怖い、感染したらどうしようと思っているうちは、この感染拡大は収まらないです。我々一人一人がどう解釈するか、そしてどう解決するかです。これが今まさに人類が直面している新型コロナウイルスに試されているテーマなんですよ。マザー・テレサの言葉で一つね、示唆に富んだ言葉があるのでご紹介したいんですけれども、マザー・テレサはこんな言葉をね、言ったそうです。私は反戦集会には行かないけれども、平和集会には行けますという言葉を言ったそうです。これがね、本当かどうか僕は知りません。でも、なるほどなと。今回の新型コロナウイルスもまさにそうだなと思っています。どういうことかというと、ドラッグストアからマスクが消えたとかね、食料品が買えない、トイレットペーパーが買えない、もう棚が空っぽです、どうしようっていう写真をアップする人、そういう人っていうのは言ってみれば反戦集会に加わって、この新型コロナウイルスに対する不安や恐怖を拡散している人ですよね。まさに反戦集会に加担してこの新型コロナウイルスを拡散している人たちです。その一方で
ティッシュだって食料品だってあるところにはあるんですよと、大丈夫ですよと、こういう時にはこう冷静に対応してくださいねっていう提案をしている人、そういう情報を配信している人はまさにマザー・テレサが言うところの平和集会に参加している人たちです。これっていうのは反省集会がいけないとか平和集会がいいとか、どっちがいいとか悪いとかじゃないんです。どう解釈をしてどう解決するかなんです。でももしこの動画を見てくれているあなたが一日も早くこの新型コロナウイルス、世界的に感染拡大しているこの問題を一日も早く速やかに解決したいと思ったら、この新型コロナウイルスという名の反戦集会に参加するのではなくて平和集会に参加してほしいんです。僕もその一人です。僕はね、安易に楽観主義でね、いや大丈夫大丈夫、マスクなんかしなくて大丈夫だよとかね、予防も対策も必要ないよって言ってるわけではないです。予防も対策も治療も必要です。その上で変にね、不安や恐怖を増幅させるわけではなくて、我々が一人一人が新型コロナウイルスに対する解釈を変えること、自分の脳の使い方を変えることです。あなたもね、ご存知のように2020年の東京のオリンピックは1年後にね、延期されました。本当に1年後開催できるかどうかは分かりません。僕がね、一番皮肉だなと思うのは、毎日これほどまでに世界中の人が新型コロナウイルスのことに関心を持っている、これも間違いない事実ですよね。これはね、僕は皮肉だなと思っています。どうしてかっていうと、例えばですよ、海外でテロが起きた、大変なことが起きたと思っても、やっぱりテレビの向こうのことだったり海の向こうの話のようにね、どうしても感じてしまうんです。リアルに受け止めることが僕はできなかったんですね。これっていうのは東日本大震災も海外の方からするとそうかもしれないです。遠くの島国で起きている出来事っていうふうにしか感じなかったかもしれないです。ところが世界的に広まっているこの新型コロナウイルス、これによって僕は初めて、世界って本当につながってるんだって感じたんですよね。本当に皮肉なことです。今回ね、東京オリンピックが1年延期されました。1年後にね、東京オリンピックが開催できているかどうか全く分かりませんが、でもね、少なくとも1年後には新型コロナウイルスではなくて、本当に平和でね、健康的なもので、本当に世界って一つにつながってたよねって思えるような、そんなね、世界にしていきたいなと思っています。こんな状況ですから、仕事がね、在宅ワークになったり、子供が学校に行けなくなったりしてね、家にね、閉じこもっている家庭がね、世界中にたくさんあると思います。ぜひね、そんな時だからこそ、こういった本でね、脳の使い方を変える、そして解釈を変えるっていうことをぜひ一緒に大切な人、家族、ぜひ親子でね、試してみてください。最初にお話ししたように、新型コロナウイルスという問題は我々の日常生活や医療の場だけではなくて、まず我々の脳の中で起きているんだということです。まずね、この新型コロナウイルスをどう解釈し、どう解決していくのか、それによってこの新型コロナウイルスがね、感染拡大が加速していってしまうのか、あるいは緩やかにね、沈静化させることができるのか、これを我々人間が今試されていると本当に思っています。ぜひね、一緒にこの新型コロナウイルス世界的に広がっているこの状況を一緒に一日も早く速やかに進めるためにもね、脳の使い方を変えて解釈を変えていきましょう。僕は思考が変われば人生が変わるっていうのをテーマにしています。チェンジシンキング、チェンジライフと言っています。僕はね、英語が苦手なんで発音が下手ですけれども、思考が変われば人生が変わる、そして思考を変えることによって世界を変えることができます。ぜひ一緒にね、脳の使い方を変え、解釈を変え、世界をね、より良いものにしていきましょう。Amazon で健康オタクと検索すると出てくるんでね、興味があったら検索してみてください。それからFacebook もやってるんでね、盛んにはと検索して、ぜひね、リクエストメッセージを送ってください。本のね、感想なんか送っていただけると嬉しいです。ではでは、あなたとね、リアルにつながってお会いできるのを楽しみにしつつ、当面はね、
動画を配信していきます。思考を変えると人生を変えることができる、解釈を変えることによって世界を変えることができる、そんなメッセージを動画で配信しています。ぜひ興味があったらつながってみてください。再生回数とかね、チャンネル登録とかを特に気にしている話題ではないので、本当に興味がある人にだけこの動画のリンク送ってあげてもらえたら嬉しいなと思っています。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。